こんにちは。中米コスタリカ在住極楽チャンネルルーディです。僕の住むここコスタリカ、ラテンアメリカの文化は日本とはかけ離れたところも多く、ほとんど反対と言ってもいいんじゃないかなって思うこともあって、初めのうちは驚きの連続で飽きることなく楽しませてもらいました。そこで今回は僕の体験したエピソードで、これは日本ではちょっとないなと思うこと、コスタリカではあるあるを皆さんにご紹介したいと思います。コスタリカの人たちの特徴の一つとしては時間にルーズ。これは気候の暑いところの人は大抵その傾向があると思いますが、ハワイならハワイアンタイムというのがありますね。ここコスタリカではティコタイム。コスタリカ人のことをティコと呼ぶんで、コスタリカ人時間って感じですね。そういう名称があるということがもうそのことを証明してますよね。ただこれは観光客相手のビジネスをしている人たちの間ではすごく改善されていて、今はタクシーとかツアーのお迎えなんかも5分以上前に来てくれます。だけど一般の生活の中ではまだまだこの伝統は頑なに受け継がれています。僕は数年前までレストランやってたんですけど、コスタリカ人の従業員は遅刻が多かったですね。ある日一人の従業員が時間になっても来なくて、また遅刻かと思ってると珍しく電話してきて、今向かってるけど少し遅れますとのこと。そして2時間後、オラーと何事もなかったように笑顔でご出勤されました。その大物ぶりに僕も言葉を失いました。他にレストラン時代に苦労したことは、よく物が壊れるんですよね。トイレ、キッチンのシンクとか蛇口なんかの水回り、冷蔵庫とかの電気製品、ほんとよく壊れました。電気製品は電圧が一定しないこと、断続的に停電になったりするんで、電気製品には負担が大きいようです。水道もよく断水になって戻る時に強い圧がかかるので壊れやすくなるみたいです。ただ問題は、壊れるのは仕方ないとして直す人がなかなか来てくれないことですね。電話すると今から行くよなんて頼もしいこと言ってくれるんだけど、待てど暮らせど来ない。確認の電話するともう少しで行くよなんて言ってたのが、そのうち連絡普通に。それで次の日何事もなかったように登場とか、または来て直してくれてもその日のうちに壊れ、その後連絡普通とか。日々営業しなければならないレストランとしては困ってしまいますよね。それで必要に迫られ、何でも自分で直すようになりました。トイレやシンクは壁や床を壊さなければならないレベルでない限りはだいたい直せるようになりましたし、冷蔵庫や冷凍庫も家が悪くなった時の対処法も覚えました。いろいろな出来事が僕を育ててくれました。仕事以外のエピソードでは、昔日本からのサーファー対象にサーフィンガイドをやらせてもらってたんですけど、そのためにワンボックスのバンに乗ってました。購入時に予算があんまりなかったんで、韓国製のヒュンダイグレースという車に乗ってました。ハイエースが欲しかったんですけどね、値段が倍くらいで断念しました。いやー、この車がよく壊れました。朝エンジンをかけるときは毎日ドキドキ。幸運にもお客様に迷惑をおかけすることはなかったのですが、これはいかんということで車を買い替えるため、資金調達にカリフォルニアに出稼ぎに行くことにしました。戻ってきてから次の車を見つけるのに時間かかるので、その間にしっかり直しておいてもらおうと、パーツを買うお金と一緒に車をメカニックに預けました。放っておいたら直してくれないので、定期的に電話を入れると、まだパーツが届かないというのがしばらく続き、そのうちだんだん連絡が取れなくなってきました。
これはまずいと思って当時いた日本人の友達に車を見に行ってもらいました。すると彼からの電話で、ルディさん大変、ルディさんの車の中に誰か住んでるとのこと。メカニックが見習い従業員を僕の車に住まわせてたみたいで、それじゃあ直さないよな、従業員の家なくなるもんなと変に納得しました。こういう話ばっかりだとコスタリカに行くのやめとこうかななんて思われると困るので、もう少しポジティブな話をさせていただきますね。コスタリカの人たち、やっぱりラテンのお国柄、フレンドリーな人が多くて、サーフィンしてても普通に知らない人が話しかけてきます。僕も目が合えば誰でも挨拶するようにしてます。みんな笑顔で返してくれますし、波情報を交換したり世間話したりします。あと人に対しての呼びかけ方が日本と違ってて面白いなと僕は思うんですけど、一般的なアミーゴ、これは知ってる方も多いと思いますが、友達という意味です。でもここコスタリカではどちらかというと、名前知らないからとりあえずアミーゴって呼んどこうみたいな感じが多いと思います。何度か会話したりすればあっという間に兄弟という意味のヘルマノに昇格。これはまあ英語でもブラザーとかブローなんて言いますよね。ちょっと違うのはいとこという意味のプリモとこの省略形のモップ。これは若者の間でのスラング的な感じですけど、まああっという間に親類の仲間入りです。僕はこんな感じで呼ばれると、俺お前のいとこか、名前知らんけどなんて心の中で思ったりしますが、結構この感じは好きですね。あとは身体的な特徴で呼びかけるのも多くて、痩せてるという意味のフラッコとか、その反対のゴルド。日本なら目の前でデブなんて呼びかけたら殴られますよね。黒人の人にはネグロ、我々アジア人はチーノと呼ばれることが多いですが、これは本来の意味の中国人ということだけではないようです。こちらの人から見てアジア人は目に特徴があるようで、まあラテンの人は目がパッチリ大きい人が多くて、それに比べるとアジア人は全体に横長の細い目の人が多いですよね。目がそんな感じだとチーノで、純粋なコスタリカ人でも目がアジア人型っていうのかな、そんな感じしててチノと呼ばれてる人もいます。だいたいアジア人の総称がチノって感じですけど、こういうふうに身体的特徴で呼ばれた方も差別されたとか侮辱されたみたいな感じはありません。僕が好きな呼びかけられ方、大抵女性からになりますけど、ホーベンとかムチャチョ、いやちょっとこれは無理があるとは思うんですけど、結構こういう風に呼んでくれる優しい方も多くて、こういう風に呼ばれると一瞬で反応しますね。うちの従業員の一人、彼はオカマちゃんだったんですけど、僕は彼を呼びかけの天才だと思ってて、うちの店の前を通る知り合いの女性たちにいつもプレショーサーとかムネカなんて声かけてました。ある日店で仕込みしてると彼が、ムネカ元気？今日も可愛いね。顔を上げて確認すると、かなり縦にも横にも大きな女性が店の前を通り過ぎていきました。仕事の手を休め、彼の近くに行って、ムネカかって言うと、わかるよ。でも彼女はこれで今日ハッピーだよね。確かに彼女は嬉しそうだったな。勉強になりました。日本人って僕も含め、面と向かって人を褒めるのが得意でない人が多い国民性だと思うんですけど、この辺はコスタリカの人たちを見習ってもいいんじゃないかなと思います。いや、なんかどうしようもない話をダラダラしてしまいましたが、コスタリカのゆるい感じ、皆さんに伝わったらいいなと思ってお話しさせていただきました。
ここではお話しできないようなものも含め面白いエピソードたくさんあるんですけど、今回はこのくらいで。何かコスタリカに関してご質問ありましたらコメント欄の方へお願いします。僕でわかることでしたら喜んでお答えさせていただきます。それでは今回もこの動画最後まで見ていただきましてありがとうございます。本当にいつも感謝してます。それではまた次の動画でお会いしましょう。それまで皆さん、Pura Vida and Happy Life!